1.2 倍してるんですね。意図的に多分。で、その次はですね、10 life lessons from Confucius you should offer。これ若い人がやってるんですよ。僕、この人ちょっと、レベルの問題だと思うと、なかなか、中身はね、言おうとしてることはいいことですけど、同じですね。内容。違う例を言ってますけど。correctness of social relationship, justice, sincerity, government morality, personal government morality, correctness of social relationship, justice and sincerity ですね。100 school of soul, 100そのイラ、サプレス、インフェラブ、リーガリズム。リーガリズムっていうのは、法家ですね。診断です。それから、ビクトリー、ハン、オーバーチュー。法家というのは、カンプシですよね。カンプシの、法家だからカンプシの考えでしたっけ？カンプシ法家だったっけ？法律で物事決めましょう。確かカンプシだった。カンプシだっけね。忘れちゃった。チューって、反、チューに対して反、チューに対して反。チューって何？アフターコラプション。シンが終わって、チューって何？Confucius sold, received official sanction. 制裁で、further developed into the system known as Confucianism. 忘れちゃったね。Confucius is traditionally credited with having authored or edited many of Chinese classic texts, including all of 5 classics, but modern scholars are cautious of attributing specific assertion to Confucius himself. アフォリズムって書くよね。concern his teaching were compiled in analect, but only many years after his death. 彼死んで、だいぶ経ってからですね、まとまったもの。Confucius principles had the basis in common Chinese tradition ですね。belief, tradition, 伝統と信条。シーチャンピオン、支援する。ストロングファミリーロイヤリティ。ここは日本がね、昔あった今ないんだよ。ストロングファミリーロイヤリティ。これ、強調するとさ、日本のビジネスマン否定するんだよね。アンセスターワーシップ。先祖を崇めること。リスペクトベルダーズ。年寄りを尊敬すること。by the children and of husband, by the wives. それって WGIP の影響じゃないですか。つまり WGIP の考えは、万家一世を否定するところであるから、祖先を敬ってことを切るってことが、そこにつながるんじゃないですか。それとやっぱりファミリーロイヤリティね。これも大きな損失ですよね。こういうこと書いた日本に関する民主主義の本ってないんですよね。日本人はやっぱりいかに海外に情報発信してないかということがね、よくわかるんですよね。He also recommended family as a basis for ideal government. He also recommended family as a basis for ideal government なんですよね。大事ですよね。2年前まで知らなかったですけどね。ひどいな。僕は知らないんだから知らないで死んでください。ほとんどだよね。
経済学者の長谷川慶太郎が1980年代の半ばぐらいに英語で論文を書いてタイムズのああいうところに投稿したんですよ。で、何かっていうと、東側と西側の戦いは東側の 100% 負けだということを論文で書いたんですって。で、そしたら、ソ連の中央銀行の総裁に言われて、これはどういうこと書いてんだと言われて、英語で説明しに行ったらしい。なんで東側の負けなの？経済的な問題で行き詰まるだろうと。東側？そう、東側。東っていうのはソビエト共産主義圏、ソビエト連邦が。なんで彼はそう言ったの？長谷川慶太郎言ってるのは、ポイント2つあって、1つは、労働生産性の問題。一人当たりの。で、もう1つは、本来市場化撤退しなきゃいけない企業が、国有企業だから撤退しないで存続し続ける。で、これを長谷川慶太郎の汗と涙と言った。汗は働かなきゃいけない。涙は切らなきゃいけない。でも汗は分かったけど、涙は分からなかったっていう話で、そのやっぱりソビエト連邦を動かすんです。一番目は何だった？汗。違う、もうさっき、その前言った一番目。それは2つ理由があって、汗の方は個人当たりの労働生産性の話で、で、涙のところは国有企業が、本当は、生産性は高くない。国有企業がもう、本来この企業って撤退すべきなのに、資本主義国家だったら潰れたりするじゃないですか。だけど国有企業って潰れないから。それは涙でしょ？汗は何？汗は、働かなきゃいけない。一人当たり。働かないってこと？そう、一人労働者。働かないってこと。で、その差がだんだん広がってきて、立ち行かなくなるということを書いた。今の中国は2番目は正しいけど、1番目はだけど正しくないな。だからそこは中国が修正したわけですよ。彼らってやっぱり、ソビエト連邦の崩壊ってことを研究してるから。だから中国は日本のバブル崩壊もちゃんと研究してる。中国はだからゾンビ企業は潰してないよね。ただまだ、成長率が高いから、ゾンビ企業あってもまだなんとかやってられるわけですよ。でもさ、ゾンビ企業潰してないけど、まあそうだね。He espoused, she espoused, ね。The well-known principle, don't do to others what you don't want done to yourself. さっき出てきたね。An early version of golden rule. golden rule ですね。次もですね、これまだ影が出てきますけど、すべてのものに美しさを宿っているが、すべてのものに見えるわけではない。これもいい言葉だよね。Everything has beauty, but not everyone can see it. Everything has beauty, but not everyone can see it. これもいい言葉だよね。奥が深いんだね。これ、絶対に自覚って僕は言ったけどね。あと例の確物知識ね。応用面がじっと竹を見てても、その美しさは見えない。いくら竹見てても見えない。そうじゃないっていうの。応用面が言ったのは対象じゃなくて、自分の心だって彼は言ったわけだよね。Everyone can see it. Everyone. あなたの心に問題があって、everything に問題があるんだよ。これどういうことかっていうと、あなたの心が、名誉とか地位とか財力でもって心が鎧兜に覆いかぶさってるから、相手の言ってることがわからない。そういう意味だね、これね。Everyone can see it. 生まれたままの心にならなければ、外の実態を見ることができない。だから松尾芭蕉は、彼の心が澄んだ心で物を見ることができたという意味なんですよね。深いんですよね。だからそういうふうなものを、この儒学の読み方をしてる人は少ないでしょうね。これを理解するのはやっぱりスピリチュアルなんですよね。私たちの最大の栄誉は一度も転ばないことではなく、転びた旅に起き上がる。これも起き上がることにある。これもすごい言葉ですよね。Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.
日本語より短いよね。素晴らしいよね。素晴らしい、これ。で、こう、意図するところを伝えてるもんね。そうだよね。いないですね。日本人が書いちゃうともっとこう説明口調になっちゃいますよね。長くなっちゃうんですよ。これだから英語はね、前の文章もそうですけど、短いんですね。学びと思わざればすなわち暮らし、思いと学ばざればすなわちあるし。次の言葉がすごいですよね。天才は凡人が努力することだ。その通りですね。Learning without thinking is laborious. Thinking without learning is perilous. 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 うん。これさっき出てきたかな。Join you, I shall teach you what's knowing. It's to admit what you know as what you know, and what you don't know as what you don't know. This is true learning. This is true knowing. これ、今日説明してる文章って、このうんぬちくの会員専用の中のどこの文章に相当するんですか？これ毎日送ってくるじゃないですか、うんぬさんが。で、会員専用のこうページがあるじゃないですか。これ。中間の方か。うん。これの。わかりました。人類、心。さっきやったこれが今やってる。はい、ありがとうございます。イギリスの商工会議所の時に、この辺なんて一つ文章引用しようと思っていて。うん。それさ、すごいでしょそれ、読めるの。いや、これすごいですよ。これ、だからお金払う価値あります。絶対あるんですよ。誰も認識してない。誰も認識してくれないんです。ねえ。だからもう一度ね、なんかね、僕ね、マーケティング下手なんですね。やり方も難しい。本書きすぎちゃってさ、どこに何書いたのかわからない。ね書きすぎちゃってさ、ブログでも言ってるけどさ、福田なんか言うけど、とってもじゃないけど、運動さん、先生読み切れませんって。いや、そうだそうだよ。とてもじゃないけど、読み切れないっていうよね。でも書いてる人はもっともっとすごいんですけど。いっぱいそういうこと分かってんだけどね、それは大変ですよね。
だから、いつまでこれ続けてたらとんでもないことになっちゃうのかって。注意しろよ、お前に知るということを教えてあげるってですね。次ですね。I hear and I forget.I see and I remember.I do and I understand. これはだからあれですよね。なんだっけ、誰かの原点ですよね。日本のさ、軍隊の歌でしょ。しててやらせてないし、なんとかなんとかってあった。はい。レモンカッター司令長官、山本五十六です。山本五十六です。三人行えば必ず我がしあり、その善なるものを選びて、これに従う、その不善なるものはこれを改める。これはもうその通りに直訳してますね。If I'm walking with other men, each of them will serve as my teacher. I will pick out the good points of the one and imitate them, and the bad points of the other and correct them in myself. 己にしかざる者をともするなかれ。Never contract friendship with a man that is not better than thyself. これ意外と難しいんですよね。己にしかざる者っていうのは何がしかざるのかっていう判断が難しいんですよね。これは大事です。止まりさえしなければどんなゆっくりとも進めばよい。It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. ですね。ただこれ意味はですね、やめないでやってれば必ずスピードアップするだろうっていうのが前提なんですよね。やめないでやっててもいつまでもスローリーなダメなんですよね。これもいい言葉ですね。When it's obvious that goal cannot be reached, don't adjust the goals. Adjust the action steps. 目標を変えちゃいけないとやり方を変える。これどうしてもゴール作業するんですよね。これはなかなか言葉で言ってても。次はまあまあ、whenever you go with all your heart. まあそれは、まあこれはね、単語は、次はですね、単語です。flip ひっくり返す。sharp 鳥がチッチッと鳴く。クリシェ見てください。クリシェスリッパ転ぶ。うっかり間違える。アドミラブ。称賛すべき関心な見事な。feel cheated in life. 人生に裏切られたような気がする。lost labor. 無駄骨。in a nutshell. タングトゥイスト。早口言。トートラーズ。亀。陸亀。トートラーズ。hair。のうさぎ。sweated。心配する。creepy。これね、僕は前の文章間違って、元文章、これないんですけど、eat someone up with your eyes. あなたの目で目が食いつけるのに eat someone up. で、ここの本文では、この下の文が正しいですね。今日昨日見つけたんですけど。You eat with your eyes first. 見た目が大事。You eat with your eyes first. 見た目が大事。ですね。これは前のと全然ちょっと違いますけど、若い人が喋って。Hey guys, welcome to Off the Great Wall. It's Mikey. It's Danny. Hey Dan, have you heard about that golden rule before? Yeah, of course. Treat others the way you would want to be treated. Right. But have you ever heard about the silver rule?
No. Is it like the less cooler version of the golden rule? Not quite. It's basically an earlier flipped version of the golden rule. Do not do to others what you do not want done to yourself. It's one of Confucius' teachings. I'm not surprised. Confucius was one of China's greatest philosophers and teachers. So here are 10 of Confucius's... Well, anyway, here are 10 of his teachings to live your life by. Number 1. Everything has beauty, but not everyone sees it. That means there's beauty in everything, no matter how small, how insignificant, or even how at first glance ugly some things may seem. That's right. Take the time to stop and look closer. And I mean really look, and you might just find something beautiful after all. And this can apply to a lot of things, whether paying more attention to the little everyday details in the world around you, finding something new about a person you didn't pay much attention to before, or changing the way you look at something you originally brushed off as unextraordinary or even unpleasant. You know, like the other day, 同じものなんです。 birds were chirping, 同じ and I was like, chirping birds. That's all. Then I saw a pigeon, and like, the pigeon. That was not そうなんです。使って油なんで、楽やわ。 Our greatest glory is not in never falling, 中国だったら but 100円ぐ in らいで。 rising every time we fall. 日本の値段に合わせて Yes, the truth. 日 Definitely. 本のや It's つはね、もっと impossible 新 to 鮮 go に about your life and never fall. You never make a mistake or fail at something. You're bound to slip up somewhere along the way. But you shouldn't be afraid to fall. It doesn't matter if you do. What's really important is that you pick yourself back これ up が日 afterwards. 本のやつはね、 Learn from your mistakes もっと簡単 and keep walking forward. If you're able to do that, then that's really admirable. I mean, if you instantly succeed at everything you do and everything's easy for you, first of all, you're probably not human, and second of all, your will and resolve are never tested. Exactly. You need obstacles and challenges to truly test your character and abilities, and to give you chances to really prove your worth. Yeah, like when I was little, it took me so many times to beat the boss of Final Fantasy. And it was so much これの sweeter 前 when 買 you ったや did. つより、 Yeah, ちょっとま I とも cheated. Oh, I knew you would.前3部買ったんですよね。 Learning without thought is 日本 labor と同じ lost. だと思ったんですよ。 Thought 日本製だ without と思った。 learning is perilous. How many times have you spent hours poring over a textbook, memorizing every last word on the page, only to forget everything the day after the big test? I think everyone's been guilty of that, but Confucius wouldn't approve. Yeah, according to Confucius, learning something really without thinking about it and understanding what it really means is a waste of time because you haven't actually learned anything at all. And on the other hand, thought without learning is also a big no-no. If you try to think to learn without understanding is a waste of time とか書いてある。うんうん。まさにそう。 about something without really knowing and understanding it, All right, maybe it's because you try to learn things without actually thinking about it like you normally do. right? And then you're in danger of making false assumptions or heading in the wrong direction. That's like you. In a nutshell, that's your life. When you know a thing, to hold that you know it. And when you do not know a thing, to allow that you do not know it. This is knowledge. Alright, this one's a bit of a tongue twister in Chinese. But if you think about it, the meaning is pretty straightforward. Basically, you should know what you should know, but also know what you don't know. But I already know everything. Yeah, see, now that's the wrong attitude right there, buddy. Only if you acknowledge and accept that you still have a lot to learn can you really stay open to learning new things. Duh. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Basically, experience really is the best teacher. Yeah, I agree. Hearing someone talk about something or seeing someone else do it can't actually compare to experiencing the thing firsthand. You know, this is what my parents always say to me when doing homework. They say, 眼过千遍不如手过一遍. Means you can look at something for 1,000 times, not as good as you actually writing it one time. And this can be applied to a lot of things, from learning how to start a fire to understanding what it feels like to win an Olympic gold medal. Yeah, that's real easy to go and do. So when it comes to learning new skills or doing unfamiliar things, go out there and experience as much as you can. You know, I could win an Olympic gold medal in buffet. Oh yeah, you can. I should start there. If I am walking with 2 other men, each of them will serve as my teacher.
I will pick out the good points of the one and imitate them, and the bad points of the other and correct them in myself. We all have heroes that we look up to and we learn from. My hero, for example, is like all of the... No. They're actually all of the Ninja Turtles. Okay, but you don't need a Ninja Turtle there to be your teacher, unless you want to learn how to cowabunga, eat some pizza, fight some ninja style. I just mean that you can learn from anyone, whether your best friend, or an actual teacher, or just a stranger on the street. Yeah, just find their good qualities and try to apply them to yourself. On the other hand, if you notice someone with bad qualities, instead of simply judging that person, try to look at yourself and think, I wonder if I've been doing the same thing. And if the answer is yes, then fix that. I love that advice. Like it. Never contract friendship with a man that is not better than yourself. You should be careful about the people you surround yourself with. And I don't mean that like you should be careful because you never know who's out there plotting your murder or something. Though you might want to take that into consideration. We do live in here. Sure, but what I mean is surround yourself with friends who have good qualities, who you admire and respect, and who you can learn from and to better yourself. Yeah, that's why I keep you around, clearly. Wait, is that a compliment? But either way, bro, I'm touched. Man hug. Whoa! You know why you're so Asian? It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Whoa, that is like tortoise in the hare. In other words, never give up. Even if you don't get there right away, if you happen to slip and fall or just make progress more slowly than you wanted to, don't worry about it. Take your time and push ahead. Of course, this doesn't mean you should settle for less or put minimal effort into your journey. You can't just say, I'm tired. I'll take one little step and I think that's all I'm going to do for today. I'm still moving forward, right? Yeah, that's not how it works. If you can go a mile forward, don't just settle for a step. Go for it. But if you can't make it to the finish line 10 miles away all at once, don't sweat it. Just remember, persistence is key. Yeah. Slow and steady wins the race. You ever heard of that? Turtle is better than the hare. Yeah. Except for it's not. So I'd rather have a cute little bunny than a turtle. Well, actually, bunnies taste better. Oh, that's creepy. Just kidding. When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals. Adjust the action steps. So what if that finish line ends up being on a tiny island in the middle of the ocean? And there are miles and miles of cloud, dark, deep, open water standing between you and your goal. Hold up, are there sharks? Probably. But that's not the point. The point is, you probably can't run to that finish line. Yeah, you'd end up very wet. Or dead. That too. But that still doesn't mean you shouldn't give up. Instead of changing your goals, change the way you try to reach them. Change your thinking and look for new, more practical solutions. So ditch the running shoes and hop on a boat instead. Problem solved. Problem solver right here. Yeah, or kill a shark, climb inside of it, and swim amongst the sharks so they won't eat you. Bada boom! Okay, bad advice giver. Bad. Wherever you go with all your heart. This one's one of my favorites. Finally, no matter what you do, where you go, and how you get there, put your heart into it. Commit. Be passionate. Do it fully and with your best effort. That way, you're bound to not only get the best results, but also feel the best about yourself. You'll end up happier, more fulfilled, and probably more successful too. It's a win-win situation. So there you have it. 10 life lessons from Confucius. Hopefully, you took these teachings to heart and feel inspired to become a better person and live a better life. Yo, dude, I got another one for you. Oh yeah, what's that? Don't eat with your eyes. You will never finish what you started. Think about that. Yeah, that means don't order so much junk every time we go out and eat. Yeah, but I'm with you, and I figured you just eat it all. Yeah, that's why I'm bigger than you. That's what happens! Anyways, guys, I hope you enjoyed those life lessons from Confucius. I really like that one. Like the last one, it's like, you know, when you play sports, they always say, it's not winning that matters, but the journey. Yeah, I still like the one where you order what you can eat. Alright guys, thanks so much for watching. Let us know if you like this video, comment below, and share this puppy. Hey puppy.
and subscribe to our channel, obviously. Thanks so much. See ya. Later, guys. Hey, guys, welcome to...はい、皆さんこんにちは、雲野です。今日はですね、雲野塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないとここに書いてありますようにですね、仕事ができる専門性を持つ英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアースということ、それからもう一つは孫子の兵を、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えております。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのはですね、さらに、私どもの雲野塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に雲野塾は英語でやっておりますので、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、学習の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと。英語のできない方もですね、学習の午後こういうふうな研修をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えると書いてありますけど、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリーリスクも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論しております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、V キューブさんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。